何がわからないかって言ったら、仕上がりがわかんないんですよ。なのでね、もうそれはね、もう物を見るしかないんですよ。とりあえずだからインテリアのそのなんか関係の一番よくおっしゃるのは失敗したくないっていうふうに。でまあそれは誰でもそうですよ、ね。それで失敗したくないのでっていうふうにして、まあその細部までこだわってもう確実にこうご自身がをイメージしたものをしっかりお家に体現したいというような感じで聞くんですけどね。でもね、それをそしたらどれが正解かっていうふうに、正解というかまあご自身の中で正解ですよ、っていうのはね決められないんですよ。で失敗したくない、決められないっていうのが割とパターンになっててね、4年とか5年とか決められない人いっぱいいるんですよ。なんかわかる気がします。そうだからね、お話を聞いててこう感じたのはやっぱ分からないんだなっていうの、だからイメージができないから、特にねカーテンとかってオーダーでしょ、だからそんなこう仕上がりこれになりますよっていうような写真ないじゃないですか。だから本当にこんな形のカーテンでこういう部材をつけます、それから、選ばれたお色はこれですよみたいなのが見積もりの中で見れるように一応はしてるんですけど、それを立体的に組み立てて、その自分の中でイメージできる人ってすごいなと思うし、なかなかできないと思うんです。でもね、それでたくさんしてもらってるのはもう最初は私を信頼してもらってるんだなって改めてね感じました。でもね、分かってる人もそうなんですけど、何が分からないかって言ったら仕上がりが分かんないんですよ。なのでね、もうそれはね、もう物を見るしかないんですよ。とりあえずだからインテリアのそのなんか関係のインスタグラムでもいろんなその写真って山盛り出てると思うんですよ。でそこでやっぱり興味持って見てると、やっぱこうなんかこれはこういうふうに提案しますって私が言ったことがこれ、まあ、理解ができるというか、これのことなんだな、そしたらでも私もうちょっとこういうふうにしてくださいねとかっていうこともきっとお伺いできると思うんですよね。でそこまで至らないっていうのはやっぱりものを見る数が少ない。で、今なんかもう本当昔だったら本でしかね、だったけど、もうどんどんいっぱいあるじゃないですか。だからもういろんな SNS でね、やっぱりそういうのをしっかり見て、それで自分のこの好きがね、それとその自分のご自宅の現状、それをこうなんていうかな、融合させてどのあたりでこう折り合いつけるかっていうのをね、ご自身の中であれば、まあ一番失敗しないのかなと思うんです。それでね、厳密に言って失敗ってないんですよ、そんな。で女性ってもうほんと細かいところにが気になるから、もうそこがずっと気になってて、これ失敗だったとかって、でもね例えばまあ今ちょっとカーテンのことでよくお話してるから、カーテンのことで言うんですけど、トリムって分かります？こうカーテンのところにプルプルプルってあれがついた状態とそれとつかない状態のカーテンがイメージできなかったら、やっぱりそれは見てる数が少なすぎると思うんですよ。だから自分の家にああいうのがついた方がいいかなとか、それからいやなくてすっきりさせた方がいいかなっていうのは、もちろん私もお客様のお家だったらこういうのつけてもいいんじゃないですかとか、まあない方がいいと思いますとかっていうのは言いますけど、でも最終的に決められるのはご本人じゃないですか。なのでまあなんていうんですかね、やっぱりそれをこう提案された時になるべくたくさん引き出し持っとくっていうことですかね。なんかまあブランドジュリエが好きでブランドジュリエのこと見ていただくのももちろんいいんですけど、まああんまり興味ないかもわかんないけど、自分がねご自身がカーテン作ろうってなったら、やっぱり大きいカーテンメーカーのでどんなん作ってるかとかで、そしたらブランドジュリエ提案してるものとどう違うかっていうのもやっぱり分かっていただけるのかなって思うんですよ。でやっぱりってなんかこう何度かやり取りして、最終的に思ったのはやっぱり
わからないんだなって、こうイメージが湧かないんだなっていうふうに思ったんですよ。でもね、イメージが湧かないっていうのは引き出しがないだけなんですよ。で、たくさん見たら、あ、そういえばあそこで見たああいうのによく似たことを提案されてるんだなとかね、いやいや私これ言ってもらったけどこんな感じのが好きですって、そこでねディスカッションできるから、まあもっともっといいものが出てくると思うんです。もっと知れて、そうなんです、そうなんです。あ、じゃあこっち方向で記事を最初こちらにしてたけど、こんな感じでしたらいかがですかとかね、いろいろ提案できるんですよね。なのでまあカーテンだけじゃなくてね、そのお家の中のそのインテリアを考えるときにね、まあ、たくさんとりあえず引き出しをしっかり持っておいて、それでもう常にもう、まあ、見ておいていただきたいんですね。なんか今の話ってインテリアに限らずどれでも当てはまりそうですね。お洋服の話でも、そうかもね。そうですよね。自分っていうか、だってこのお洋服素敵ですよって言われて試着して、まあ可愛いなと思って、この値段って思った時に、自分は高いと思ってるけど、なんか他のいろんな洗濯メーカーのものとか知ってたら、あ、この生地でこの値段は安いかもとか、そういう判断ってつくんですよね。はい。M 様。はい。で、この方は、最近、このお写真いただいたんですけど、知らない間にこんな可愛くしてくださってたんですよ。いや、何の相談もないですよ、これ。でも上手にね、されてて。ほら、お部屋こんなん。で、これね、ここの1階のここがね、吹き抜けが見えてるんですよ。ああ、向こう側。向こう側ね。これだから階段の吹き抜けで、それでこの、ここの部分から、ベッドルームに行くという感じ。素敵なお家です。で、ブランドジュリエのものばっかりやったんですよね。すごいと思って、それで、まあなんかちょっと素敵にしてくださるから、こんな風な感じで。またね、ほら、シーツも揃えてもらってるでしょ、ここ。そうですね。かわいいですよ。それでね、お子さんがいらしてね、女の子のお子さんがね、もうここのお部屋でいると、もう本当に、なんていうか、安らぐとか楽しい。もう、末恐ろしいなと思って。大人になったら絶対こだわったお部屋作られるだろうなと思って、頑張らないとですね。そうですよ。で今ねここのこの方にお願いしてるのは、ここのねところにまあちょっとテレビこう床に置いてね、でこうなんかゴロゴロしてみたいからっていうの分かるんですけどね、まあちょっとこの辺にこう壁掛けで作ってもらったらもっとこう素敵になるかなと思って、もう壁掛けでもこうちょっとこう下向けてできるから全然床でこう私もゴロゴロしながらヨガしたりしながらね見たりするんですけどいいと思います。でそれであとねできたらここかこのね場所かそれからこっち側にちょっと素敵なランプを下げてもらったらなと思います。そしたらまあそこっていうのは吹き抜けの上ですか？そうです、吹き抜けのとこだから、お玄関だと思うのでお玄関入った時にパッとこう吹き抜けのそのランプが見えてる、そしたらこのお部屋からも見えるし、それでその、お玄関のスペースも素敵になるんじゃないかなっていうふうに、思います。それとあとこのこちらのこれもね素敵に使ってもらってるんですけどね、これねアウトドアの、なんですけどファー置いてね可愛くさ、これはまあここでもいいんですけど、外に置いてもらったら可愛いと思います。本当になんかベランダにね、でベランダちょっと可愛くして、このおいしいお部屋の中から見るのもいいと思いますっていうふうなお話をしてます。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。